ルルルルルトゥルル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 皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。おはようございます。ケンケンです。おはようございます。今日は1月16日から3日間パシフィコ横浜で開催されます釣りフェス2026 in 横浜に来ております。今年の釣りフェスは過去3年間で最多の262社が出展している国内最大級の釣りイベントでして、最新ギアや注目アイテムがこの会場にずらりと並んでいます。チーチャーフィッシングクラブは船釣りチャンネルですので、船釣りの気になる新製品や注目アイテム、そして船釣りのお役立ちアイテムを中心に会場を実際に回りながら皆さんにお伝えしたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速行きましょう。ハピソンブースにやってきました。ハピソンからもう今季たくさん新製品出てます。津本さんです。ご無沙汰してます。おしたて、結構今回ハピソン本気やから、なんか水熟って書いてあるんですけど、これってどんな製品なんですか？要は水の中でお魚を寝かした方がお魚にストレスがかからないっていうのから始まってるんやけど、僕が仕事で使うのが、例えば大きいクーラーボックスに水を入れると、冷蔵庫の中にそれが入ってるから、冷蔵庫の温度は2度なのよ。で冷蔵庫の温度は2度やからお水の温度も2度になるわけよね。でも冷蔵庫って開けたら5度になるのよ、空気が入ったら。水は3度にはならないのよ、すぐには。で水の中に入れることによって魚が急激に冷やされるわけなのよね。これどういうことかっていうと、水って液体って20倍早いのよ、冷えるのが、温まるのも。じゃあね、ものすごい冷たくて足がストーブの前で温めるかお湯の中につけるか、どっちが早く温まると思う？お湯の中につけるやろ、そういうことなの。僕らって40度のお風呂に入れるけど60度のお風呂に入られへんやんか。無理ですやろ。でも60度のサウナどう？入れますね。熱くもないよね、そういうことなのよ。だから水の中に入れるっていうことで20倍早く冷やしてくれるっていうのがまず一つで、これの一番すごいのが0度から1度の間、うまいこと言ったら 0.5 までいきます。凍らないです。その間で熟成させることができるんやけど、2度で熟成をさせるよりも0度で熟成させた方がゆっくり進んでいくのよね。カンパチなんかで言えば10日目が一番のピークを迎えると、味の。これはもう東京海洋大学の先生と僕の実験で、もうピークはだいたい9日目ですよっていうのは出てるのよ。それがね、金沢のたまりさんっていうお店があるんやけど、そこのお店に行った時に25日目のカンパチが出てきた。でこんなもん食べられへんやろと思って食べたんよ。めちゃくちゃ美味しくてびっくりするぐらい美味しかった。それがなんでって聞いたら、このやり方や。でよくよく調べていったら、冷やした25日まで旨味がゆっくり上がっていくのよね。温度が高かったら熟成も早いらしいんやけど、腐敗も早くなるの。温度が低かったらゆっくり美味しくなるんだけど、だから早くはないのよ。ゆっくりやけどすごい濃厚になってくれるっていうのが僕の中ではあった。ただ一番僕思ってるのが、美味しくなるよりも先に魚の保存期間、お肉もそうやけどすごく長くなるっていうことで、捨てなくて済むっていうのが、そこも一番に念頭に置いてるんやわ。見てみて、これタイが入ってんねんけど、これ今日で10日目らしい。何もしてないねんて。何にもですか？何にもしてなくて、内臓入ったまんま、入ったまんまで何もしてなくて、まだこの状態。変な汁とか出てないですもんね。出てないのよ。不思議。腐敗がすっごい遅い。何にもしなくていいんですね。なんか私てっきりお腹の中身出してそこから入れるのかと思ってました。もちろんそれが一番いい。これも一応実験やから、実験でこんだけ出てるっていうことは、みんながいつも僕の真似してやってくれるようなやり方でやったらかなりいい結果出せると。でサイズ感もクーラーみたいに横にしたらものすごい場所取るやんか。これってワンチャンスポッて入るそうやろ。縦に長い方が僕は沈めやすいと思ったのよね。例えばじゃあ大きい魚どうするのってなったら、大きい魚半分に切ればいいやん。もうそのスタイル。マグロなんかやったらどう思う？ブロックにブロックにするよね。だから別に例えば8キロのブリを釣りましたって、頭取って尻尾取って胴体切ったら2つに分けて入れられるわけなの、そういう風にしてこの中に入れてもらって寝かしてもらうと、切り身にしたやつとかもペーパーを巻いてあげて入れとってあげるだけでだいぶ日持ちする。ほんでこれがね、今水が入ってるやんか、これ水を抜いたらマイナス30度までいくの。だから温度帯も冷蔵庫にもなって10度までいくし、自分の好きな温度帯選べて遊べるから。なるほど。冷蔵庫にもなるんよ。冷凍庫にもなるのよ。じゃあ
じゃあ一石三鳥みたいな。もっとあると思う。価格もね、これ6万円前後なのよね。あ、意外と安いですね。そうなの。いいクーラー買うより安いから。そうですね、もうちょっとするかと思いやろました。すごいのが、買ったら送料込みやから。もしなんか故障したら、運送会社に出してもらったら修理してくれるって、もうそのまま取りに来てくれるみたいな。へーアフターまでついてるっていう。ハピソンっぽいですね。ハムソンっぽいよ、そそのの辺が。で、多分僕は売れると思う。なんでかっていうと、ここまで来てる人結構多いのよ、もう。これは多分3年前までやったらあんまり売れへんと思うけど、ここら辺のレベルまで来てる人すごい多いから。なんか最近冷蔵庫に水張ってこうやって見てる人とかよく見ますね。そう、それのもう延長線上。8月までに発売される予定のハピソンの追熟お楽しみにということで、ありがとうございますありがとうございました。去年からハピタコができまして、ハピタコスタッフの池田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハピタコからいくつか新製品出ますので紹介させていただきます。まず一つ、こちらクラッカーというルアーになってます。こちらワームタイプになってまして、甲殻類のベイトを模したワームがここについております。こちらあと匂いとか味もワーム自体についてますので、タコが触った時に実際の餌なんじゃないかと思って結構抱きついてくれたりします。であとここのクラッカーっていう名前なんですけども、クラッカーの由来っていうのがこのボール2つついてるんですけど、シェイクするとここがカチ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 当たって音が鳴るようになります。なので音でタコを誘うっていったところも、このルアーできるようになってます。玉なんですけどもグローにがっつり入ってまして、ちょっと映るかわかんないですけど光ってます。はい、東京湾の濁りの時とか、あと茨城の早朝の真っ暗な時とか、このグローでも誘ってもらえると。であとワームの特徴としては、エギタイプとが違ってこのワーム自体がずれるようになるので、タコが例えば足先で触った時がっつり普通のエギ抱いてしまうと合わせても足ごと動いてしまいます。そういう時にワームだとここがずれるようになりますので、がっつり掴まれても足がずれてフッキングするといったメリットもあるものになります。なのでワームタイプっていうのはそのエギと使い分けていただけると、かなりいい釣果に恵まれることもありますので、こちらもおすすめとなっております。本当に釣れます。本当に釣れます。これでこの形で。この形ですごく釣れます。これあとですね、このエアポケットって言ってこの空気が入ってまして、水中で横になると空気でこれが浮きます。手を振ってるような感じで威嚇みたいな感じでタコに刺激を与えるので釣れますのでご安心ください。はい。ありがとうございます。あと吸ってタイプの新製品として発売されます。従来と同じような形の吸ってなんですけれども、こちら今までとデザインが変わっております。今まではこの水玉カラーがハピタコ吸っての特徴だったんですけど、人気のゼブラカラーも今回から新しく登場しております。あともう1点新しい新製品としては、こちらミニっていうタイプになります。従来製品と比べてもちょっとサイズが小さくなってます。なので小さいタイプなので潮浮きがしにくいので、潮がすごい速い時とかはシルエットを下げて使っていただいたりとか、東京湾の解禁とか、あと茨城の夏のシーズンだとタコ小さい時についてはこのミニタイプ使っていただくと、ちっちゃいタコもどんどん乗ってくるので数釣りも楽しめるので、持っていただけるとすごい釣りの幅が広がるかなと思います。ハピソンの酒井さんです。ありがとうございます。まずジグ、ハピジグなんですけど、ジグ作っちゃったんですか？ついに作りました。タコをリニューアルでワンナックさんの復活で出したんで、ワンナックさんのジグも復活させたっていう感じですね。タチウオ専用のバイブフォール復活してます。でオリジナルのデザインになって、ケイムラとグローいろんなカラーありますんで、状況に合わせて使い分けてもらえたらなと。夏頃発売予定です。でもう一つヘッドライト。ハピソン結構ヘッドライトしばらく出してなかったんですけど、めっちゃ出してます。今回8種類出してます。何がいいかっていうと、もう圧倒的に今回安くしてます。安い割にスペック高いです。だからかなりいいと思います。ヘッドライトだいたい1980円からあって、それでも300ルーメン出てたり、最近人気なんがめっちゃ赤強いライトでプラス UV も出ますよっていうライト2980円みたいな感じで、特徴的なライトもかなり安い価格で出してます。これはオープンなんで大体なんですけど、かなり安くてスペックが高いヘッドライトシリーズいっぱい出てるんで、自分に合ったやつ選んでもらったらなと。で最後チェストライトです。8年前に出たチェストライトついにリニューアルしました。色が変わりましたね。色も変わりました。であと何が変わったかっていうと、サイズがちっちゃくなってます、軽くなってます。で明るくなってます。安くなってます。だから小さい、軽い、明るい、安い最高の商品になってますんで、保証もついてる。チェストライトユーザーはぜひ見てもらえたらなと思ってます。
ご無沙汰してます。ご無沙汰してる。なんか大和さんからトラフグ製品がすごい出るって聞いて、もうちょっと教えてください。トラフグだけは負けられないんで、まずですね、ロット先駆けて去年メタリア出したんですけども、今年はですね、みやちゃん曲栄やんじゃないのなんて言ってて、すいません、やっちゃってます曲栄トラフグの187ということで、去年のメタリアは192だったんですけど、今回は187、ちょっと5センチ短くしてるのと、硬さをね、先はメタルトップで柔らかいんですけど、小持ちちょっとパワー上げてます。やっぱり誘って当たりでかけたい、かけ感がやっぱり欲しいよっていう要望があったので、それに向けて小持ちのパワーをかなり上げて、テンタチロットに近い調子にはなってます。ただ逆にバットの方はかなり細い。小持ちからバットは細身肉厚にして、ちょっとクッション性を出せる調子に仕上げてます。187ということなんで、比較的去年の食わせて元のパワーでかけるよりはもう小さい当たりを巻きながら重くなってしっかりガツッとかける調子になってます。曲栄シリーズですね。それに加えてやっぱね、トラフグやってみたいっていう方にはアナリスターシリーズということで、非常にお求めやすい値段のアイテムが出てます。こちらもグラストップで食い込みが良くって、かかったら全体的にしっかり竿を全体で溜めてくれるようなバラしにくい調子になってますからおすすめです。ここからですね、一番大事なのが仕掛け。去年は16回行きました。いやー、やっぱそんだけ行くといろいろ見えてきますか？見えないただ去年やった中で一番良かったかなっていうのをもう製品にしてます。今回はゆるふわ仕掛け。ゆるふわ？去年はどっちかというと3本ぶら下げて餌のボリュームで見せてたんですけど、今回はもう2本針。やっぱりホールスピードが3つつけると遅くなるし、お祭りもあったりするので、もうやっぱり2本針の方が早く落として確実にかけるという切り口で、ちょっとサラカンを1個増やしてだいぶ遊びを吸い込みをよくするような仕様になってます。あと連結部が皆さん結構スプリットリングを使ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、どうしてもね、お祭りするとスプリットリングの中に糸が入っちゃってなかなか外せないみたいなのがありましたので、今回はもうダブルスナップ全部使うことでスプリットリングをなくしてます。ですのでこれずらしてちょっと回しながらずらしていただいて、このフックでこんな感じで簡単に取り外し着脱していただけるようになってます。じゃあこのカバーは取るもんじゃなくて、あえてお祭り防止のために。そうなんです。で結局これないとまたこの糸のフックのところから糸が入っちゃったりするので、そん何回も何回も動かすところじゃないと思いますけども、そんな形でクリアのパイプ、この色にもこだわってて、でもやっぱり糸が入っちゃったりする時にやっぱりどうやって糸が入ったかっていうのが分かるようにあえて透明にしてあります。でゆるふわということでかなり遊びがある、食い込みがいいリグになってます。さらに多分気になってるのがここですね。それ何ですか？餌止め。僕結構むき身全むきでやってることが多いので、むき身だとどうしても餌ずれしちゃうので、これフロロの12号なんですけど、根巻きで巻いてアロンでしっかり固めてる。でね、よーく見ていただくとこの先端ね、先端もちゃんと一手間かけて丸じゃなしに斜めに、より見えさを傷つけにくいようにはなってます。水上に極太のオフセットですから4キロオーバーしても大丈夫という。あとヘッドの方は去年楕円だったんですけど、ちょっと丸に近づけました。なるべくやっぱりシルエットをコンパクトにしたいっていうところがあったので、もう一個アイをつけてます。これカット、特にシーズン早い時期はカットを対応されてたり、シーズン中も渋い時は X デーとかね外してくれって船屋さんに言われると思うんで、着脱できるようなカットのアイを別につけることで絡みもちょっと少なくなったかなと。愛を感じる仕掛けです。愛をちーちゃん愛をパーツ関係もこんな感じで、これリグだけ、こちらはもう重りは持ってるしリグだけ欲しいよっていう2本針と一応3本針もご用意してます。あともう1個スナップ付きの替え針、あとはもう単針ですね。オプションパーツまでぐるっと
揃っております。あとですね、私たち関東でやってますけど、今三重県鳥羽の方でかなりトラフグ盛り上がってまして、ちーちゃん行った？まだ行ったことないんですよ。めっちゃ気になってます。だいぶね、船宿も増えたんで、そちらがだいたい60号がメインなので、60、80で、向こうの方はやっぱり餌ちょっとたくさんつけたいなっていう方が多いので、もう去年のままの3本針の形で60号、80号もご用意してます。クレイローライトの時には夜光系で、オールラウンドな金、あとちょっと渋い時、日中とかはちょっとトーンを落とした金なんだけど、ケムラ入れてます。状況によって使い分けていただければ、宮沢式トラフグマニュアルの中では一歩一歩トラフグに近づいてくれればいいなと思ってます。はい。気になる質問を1個してもいいですか？はい。宮沢さん的な今年の X デーはいつ来ると思いますか？渋ってる。いやもう多分見てる人が一番聞きたいことは大事な日は言わないとか。ちーちゃんも候補持ってんの？自分も言わないの。いやちょっと待って、自分も言わないの。いやさっき言ったじゃないですか、杉田はいつも宮沢さんの SNS を見て予想してるんですよ。すごいデータ化されてるじゃないですか。2024年は3月の27、満月の王将の後だったかな、一発目来たのがみたいな。去年は3月29、ここだと思って入れたんですけど、まあ釣れました。だけど本当に来たのは確か4月の10日、そうでしたね。ここ満月前のこの辺のに来てますよと。今年はどうかと、4月の2日、ここに1個手前に3月20日前後に1個ね、新月の王将あるんですけど、ここも怪しいんですけど、去年ここ行って20日前後に行って丸坊主食らったんで、それは年によって違うしな。あとこう新月王将まで行くとこうなるんですよね。ここは2回目だと思うんで、4月の3、4、5、ちょうどしかも土日が皆さんチャンスですよ。もしくは去年の X デーで右半月の何日目、右半月の4日目っていうと、ちょっとその前の、そう月やっぱ30日前後。じゃあもうここ毎日行こうかなって思います。これ2回目だと思うから、1回目はここじゃないのかな。4月の頭うまくすれば29日あたりこの辺じゃないかなと。このぐらいで許してもらえますか？はい、ありがとうございます。X デー長くなってないですか？いや、やっぱり船宿さんも増えたのと船も増えたので、捜索範囲がだいぶやっぱり広くなってるところがあると思いますから、僕もねこうやって偉そうなことを言ってますけど、まだまだやり始めたのが3シーズン4シーズンぐらい前なんで、まだまだ全然。トラフグ教えてほしいぐらいですもん。いやそんな教えることね、いつも釣ってんじゃないですか。社長もいつも釣ってんじゃないですか。ありがとうございました。ぜひありがとうございます。皆さんも頑張ってください。マルキューブースに来ました。いらっしゃい。マルキューさんの今回の新製品をお伺いしたいんですけど、教えていただけますか？すごいの出ちゃってるから。餌と加工品のハイブリッド、いいとこ取りの商品なのよ。船的には2種類で、このハイブリッドクロスっていうのと、ハイブリッドクロスクルールっていうこの2種類になるのね。で、クルールって意味が色っていう意味なんだけど、これ今紫色じゃん？はいはいはい。今回は紫色だけで発売なんだけど、今後はいろんな色も展開していこうかなと思ってて、見て横から餌2層になってるじゃん、そうですね。この茶色いのがイワシなの。で下がこの餌を保持するためのものなのね。でもう1個はこう縦にスリットが入ってるんだけど、これが現物。いいですか？なんかなんていうんですか、かまぼこみたいなでしょ。で簡単に切れる伸びる。これは切って使うんですか？このままこの形で様々、好みで硬さも何種類かあるから、その時の魚の捕食とか活性とかゲストが多い時とか、餌取りが多い時っていうのにも合わせて硬さを選んだり大きさを選んだり、付け方、例えばさ、針にこうねじってつけていくと、ねじりながら針刺していけばもっと硬くなるし、通し出しすればナチュラルだし、今さ天然物ってだんだん減ってきてるじゃない？スルメイカなんか
かも代表で取れないよね。そういった感じで天然物が少ない。で、オキアミなんかもさ、箱開けてみたら良かったり悪かったりする時正直あるじゃん。これだと餌の鮮度、サイズ、ばらつきなしで一定でしょ。確かに常に安定したのが使えるのは嬉しいそうです。そうそう。で、硬さが分かれてるから、そこで魚の捕食に合わせて餌をチョイスする。で、これね、両方とも生のイワシ、生のオキアミを加工して作ってるから、加熱はされてないから。まだね、発売はもうちょっと先になるんだけど、一応ね、タチウオ天屋にいい、クルールはいいって言ってるんだけど、私まだ試してないけど、実はトラフグにもいいんじゃないかなと思ってる。確かにイワシの香りでしょ。天屋に関してはこんな感じで餌巻きをしてもらう。なんか見た目も綺麗だし、でも餌ついてるし、そう本当ハイブリッド。活性が高い時は逆にこの紫面を下にする。なるほど。そうするとこれ餌保持成分で硬いから、ここのね紫は結構硬いじゃないほら、だから餌持ちが良くなる。その時の活性状況で表裏も使い分けてもらえるし、利便性にすごい飛んだ餌。なんかどんどん餌も進化していきますね。本当これは新しいと思うし、天然素材が枯渇して、あと安定供給が厳しくなってるこの昨今では最高の餌になってくるかなと思う。でもちろんタチウオ、アマダイ、マダイ、シロギス、あと青物全般何でも食べてくれるの。ぜひこのハイブリッドクロスとハイブリッドクロスクルール、皆さんよろしくお願いします。写真1枚いいよ。ごめんなさい、写真。私もちいちゃんと撮りたい。釣りふざ商店さんのブースでオキアミの選別作業をしてます。これっていつも手作業で選別してるんですか？いつも手作業でやる。ほら皆さんこれ使ったことありますよね。コマセキハダとか、あとマダイ釣りとかね、つける餌、アマダイ釣りでも大中小で分けてるんですかこれ？だいたいこういったこっちが金の四角でこちらが銀の四角。あとはこれいうの綺麗なんですけど、よく見ると目が片方取れてたりとか、これも尻尾から後ろがなかったりとかで、こういうのは全部弾いて別のスタンドオキアミっていう蒔絵になります。そうなんですね。結構厳しめな選別を今してます。選別されていいものだけがこの特別なパッケージの中に入って販売されている。そうです。ちなみに凍ってるブロックのやつあるじゃないですか。はい。ああいうのはもう選別落ちなんですか？ああいうのはそもそも選別する前のものになってて、で加工がまだされてないものになります。それを一回解凍してから不凍の液とか、あとは黒変防止とかの液とか、あとは張り持ちよくするハード加工とかっていう加工はいろいろうちの配合につけてから原料できた状態のまだ選別してないものから選別。で今これが選別する前のものをパック詰めしたものになってて、マルキンオキアミ、マル銀オキアミは基本的に上州屋さんで取り扱いさせていただいてるんですけど、なかなか手選別っていうので数量数がいっぱいできるものではないので、やっぱ上州屋さんでも店頭に並んでない時がたくさんあるので、そういった時にとりあえずというかこちらは選別をかけてない分数制限などかけてないので、いつでも欲しい時に手に取っていただけるっていう、プラスあとは目片方取れてても気にしないよって方とかも結構いるので、そういう方とかはだいぶお得に使っていただけるパックで販売してます。まだまだ気になる製品があるということで、ちょっとご紹介してもらうことになりました。こちら銀マイワシという新商品が出ましたのでご紹介させていただきます。天屋立ち用ですか？そうです。一応水揚げ後に急速凍結してるんで鮮度が抜群にいいです。食べちゃダメだけど食べるぐらい新鮮なイワシが餌として使えちゃう。これもう見かけたら絶対買ってください。自信しかないです。上州屋さんで販売する予定なんで、まだ出てないんですけど、これから販売予定なんで。サイズ感的にはどのぐらいのサイズのイワシになりますか？そこもちょっとまだ言えなくて、言えないんですよ。内緒で店頭で見ていただければ、全てがシークレットの銀マイワシです。でも絶対釣れる。絶対釣れます。なんか特別な液に漬け込まれてるとか、そういうわけではなくて、じゃあイワシは鮮度が命だから圧倒的に鮮度、自信しかないです。ありがとうございます。ありがとうございます。
サニーインストラクター金沢美穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか最近三人所持さんはいろんなものをお出ししてますよね。そう、すごいどんどん出すからなんか逆に追いつかない知識が。でも美穂さんのそんな中での一押しアイテムを教えていただけますか？出たばっかりでリグシンカー2トラフグ。ちなみにこっちが去年出たやつ、これ3本針になってるんですけど、で新しく出たのがこっち、針が段差になっててシルエットが長くなるのと、あとフォールが早いで3色展開で、このグローが結構そそる色かなと思って。じゃあもともとは、段差がなかったものが今年新しく出て段差が出てさらにパワーアップしたという。そうです。段差ついてる方がいいと思います、個人的には。見て気になってました。そう、アマダイとか釣りに行った時によく針飲まれちゃう、飲まれて取れないって言ってこうやって引っ張ろうとして取れないんだけど、これを口の中に刺して、適当に魚の口の中に刺してハリスと一緒に持つんですよ。こうやって、でこれをぐるぐるって回すとポロって取れる。それなんかいいですよね。これめっちゃいい。使ってみたい。使ってください。これも乳。これ何が普通の天秤と違うんですか？これ今までのは出てるんですけど、ハイブリッド天秤で、これ先が形状記憶線になってて、ここは柔らかいことで食い込みがいい。で、一先だからこの弓形になってるのが多点掛けした時にここでいなしてバレにくくするっていう、そういう仕様になってますね。パタパタ。本当に自分で。でも本当にカワハギやってるとこれが効いてるのがすごいわかる。誘って止める。中の釣りだと舵の役目を果たします。くるくるしてる。そう、今水止まってるからあれだけど、そう流れてるとちゃんと潮に立つ。じゃあ中でもそこでも両方ともそこでも活躍してくれるんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。釣りフェスではですね、飲食店もたくさん出店しているので、ちょっと軽くお昼ご飯食べたいと思います。もうお腹空いて朝から何も食べてないんで、釣り飯スタジアムです。いろんな店があります。マグロのお店が美味しかったんでお寿司買いました。いただきます。すごいボリューム。おいしい。牛すじカレー。どう見てもおしゃれカレーな感じのお店で、3種類しかないのに、健太がどう見てもないのに、カツカレーはないんですかって聞いて、いや、あるわけねえだろ、ここら辺って。アルバタックルさんのブースに来ました。なおちんさんです。どうもこんにちは、なおちんです。なんか髪明るくなって。ちょっとちーちゃんが明るいじゃないですか。いや、まあ赤ですね。赤。はい。でそれに憧れて。やめてください。本当に2日前ぐらいまでは赤っぽかったですよ。本当ですか？はい。でちょっと変えたんですけど、明るいの可愛いなと思って。ありがとうございます。どうでしょう。ナオミリミテッドついできたのかということで。覚えててくれたんですか？覚えてますよ。で何年でしたっけ？去年の時点で4年ぐらい。すいません、長くてすいません。はい。もう2026年にはできるはずみたいな話だったんで、できたのかっていうことをお伺いしに来ました。できました。ちょっと独特ですよやっぱ。これナオミリミテッド。違う。まあ確かにね、年相応のね、ちょっと茶色いね40代の匂いが漂う。こっちピンクって最初レインボーにしたかったけど、よく覚えてます。ちゃんと昨日動画もう一回見てきました。ありがとうございます。そうなんです。本当はレインボーにしたかったけど、塗装を塗ると結構重くなって、今回のコンセプトはかなり軽いロッドで感度良くしたいっていうことで、従来のものより20g ぐらい軽くなりました。で出来上がりました N リミテッド 147UL という。可愛いですね。色もピンク好きなんですけど、水色も好きなんで、すごいどっちも入れちゃえみたいな。しかも水色に至っては2種類の水色が入ってる。なんかこう船釣りのイメージがちょっと華やかになるかなと思って、より見た目ももちろんこだわられてるとは思うんですけど、その中身、その年数をかかってどういうところが訴求されたのかっていうのを教えてください。いやいや、そんなことない。くどいというか。いや。はい全然違う。で私やっぱ丸いかって言ったら宙吊りが得意なんですけれど、宙吊り寄りの竿になってます。結構張りがあるような、だけど初心者にも扱いやすいように、当たりもすごく分かりやすいようなロットになっております。発売は2月発売に。もうすぐじゃないですか。そうなんです。はい。だから
静かになっちゃいました。はい。興味ない。あ、今日そんなことないって。そんなことない。私丸いか釣りね、ちょっと発売したら。そう。そう、発売したらね。言ってくれるんですか？いやいやいや、こちらがお願いしたいんですけど。言ってくれるんですか？いいですか？これ絶対行くでいいですか？だから丸イカのいい時期にぜひちょっと一緒に、ぜひよろしくお願いいたします。本当にいい竿になっております。バリバススタッフの久保さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。まあもう実調には何回か行かせてもらってるんですけど、改めて今回発売される、マックスパー P レンジバスター船、どんな製品か教えていただけますか？杉田さんにもプロモーションとかでいろいろ関わっていただいているこのマックスパー P X9 レンジマスター船なんですけど、大きな特徴、普通の P って大体みんな8本とか4本とか船釣りで使われると思うんですけど、こちらの P は9本寄りです。で、比重は同じなんですけれども、中に P の芯が1本入って、外側から8本で編んでる P です。で、それの何が大きな特徴かっていうと、まず糸が中に芯が入っていることでまん丸芯円状なので、糸がこうやってたわまないんですね。潰れて潮に流されたりとかしないので、まずはフォールが早いです。で、あとは感度がめちゃくちゃいいです。で、底立ちがいいので、例えばテクニカル系のちっちゃな当たり取る釣り、例えばフグだとかカワハギだとかタチウオ、あとは平ら場なんかでも底立ちが明確になったりとか、小さな当たり取れたりとか、すごい今までやってた釣りがすごい楽しいものに、さらに楽しいものになるかなと思います。皆さんね、タックルとかリールとか、こだわっていただいている方すごく多いのかなと思うんですけれども、やっぱり最後にこだわるべきは釣り糸です。メインライン、新しいこのマックスパー PX9 レンジマスター使っていただければと思います。山下さんのブースに来ました山中さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ちょっとね、今回多いんですよね。どれを紹介しようかなって思ってるんですけど、どっちからいきますか？右からか左。一押し？一押し。それではですね、こちらスクイッシュという丸イカ用の釣っ手ですね、はい、これが新登場します。プニプニボディって多分他のもともとあった釣っ手と、はい、去年覚えてます？はい、覚えてます。それのちょっと丸イカ版ですね、はい、で5センチと 3.8 っていう、要は本当に関東とかまた沼津の駿河湾とかでやるような小型の丸イカを狙う用の釣っ手が登場します。でカラーももともと実績のあるカラーに加えて、沼津とか夜やることもあるので、そういった夜丸イカ用でも対応できるようなカラーラインナップで10色、いろんな状況に対応できるようにカラーを少し増やしました。組み合わせとか結構やっぱ大事ですか？組み合わせはそうですね、一応ケイムラとピンクとグリーンボディっていうこのちょっと見にくいんですけど書いてるんですけど、はい、それをもう配色を水温とかあとは濁りとかに合わせてケイムラを多くしたりとかピンクを多くしたりグリーンを混ぜたりっていうようないろいろとやることで超過にはつながります。桜井さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ポツッと島味の仕掛けがあるんですけど。はい。ちょっとうちの会社、イカ釣りで結構有名で、イカの商品ばっかり展示してるんですけど、今回個人的に紹介したくて、島味の仕掛け、去年の11月にリリースされたんですけど、特に今、関東圏からね、アクセスがいい千葉県の南方の方で、島味釣り、ここ何年か盛り上がってきて、特にですね、去年とか、まさに今、よく釣れてるんですけど、それにもう使っていただける仕掛けが今回山下からリリースされました。企画としてはですね、全部で6アイテムあるんですけど、千葉の特徴はこの黒目ですね。はいはいはい。こう仕掛けのこのウィリー部分に黒ビーズがですね2箇所ついてて、これが南房の島味釣りだとゴマセがオキアミなんですけど、まさにオキアミをイミテートして島味の食欲をそそるというものです。で僕もこれテストから使ってて、でまさに去年も10回以上乗ったんですけど、この先張り、空張りで、ウィリーってあるんですけど、結構このですね先張りよりもウィリーの方に食います。多分これ黒目の効果かなと思ってるんですけど、仕掛けとしてはこの先からの方とオールウィリー2つあるんですけど、どっちも非常にいい仕掛けなんで、ぜひですねもう今お店並んでるんで、よかったら今島味気になってる行きたいという方はこれ手に取ってですねちょっと行ってほしいかなと思います。ちなみに桜井さんの島味超過こんな感じです。ここに今ちょっと写真出してありがとうございます。クエも釣ってませんでした？そう。びっくりクエみたいなの釣ってましたよね。島味を釣ったらその島味にクエが食って30キロ弱ぐらいのが釣れました。私ちょっと本当に気になってて。いや本当南房ね、結構東京湾内とちょっと魚種がちょっと違ってて、島味だったりですね、ハタ系とか、あとスマガツオとか結構いろんな魚がいて、釣れる芸能もね豪華なんで、島味五目本当おすすめの釣りです。豪輝さんと竿を共同開発しているアイコニックさんです。よろしくお願いします。はい、吉澤と言います。ちいちゃんちょっと持ってみてください。
突然。いつもの持ち方でいいですから。何の竿ですか？これカワハギの竿。カワハギ好きですよね。はい、結構いきます。ギュッと当てちゃって。こんなやっこいっすよ。こんなやっこいけど、こんなやっこいのに感度が。すごいかも。パツパツで感度がカリカリは当たり前なんで。いきますよ。もう一回いいですか？いきますよ。もう触ってる触ってる。今どのぐらいやってます？いやもうちょいくよ。本当すごいかもしれない。なんか語彙力なくて申し訳ないんですけど、多分これだったら海底にある藻がちょっと触れたぐらいでもすぐ分かるぐらいに。でも分かるでしょ。手に伝わってくる感度がものすごい。これは何ですか？普通の竿と何が違うんですか？なんでこんなに分かるんですか？ロッド作る時のその素材、いわゆるカーボン繊維とかそういうのに関してもう価格とかね何も考えないで、そう値段一切コスト考えないで、ユーザーさんなんか満足いくまで作ってくれって言うからもう全力で高いもの何もかも全部使ってます。もうとにかくじゃあマックス高いの全部使ってこいよみたいな、ちょっと納金っぽいんですよ。しかも俺はこう貝はこうじゃなくて理屈がこうだからっていうのを積み重ねて積み重ねて積み重ねて素材もマックスマックスマックス積み重ねてできたのがこれなんです。そうなんですよ。まあ言うたら俺カワハギ釣りめちゃくちゃ苦手なんで半端なくセンスないんですよ。でもセンスない人でも釣れるんじゃないかなっていうような感じの。そんな感じ、はい、もう売り切れ続出です。お久しぶりです。お二人で大木さんの注目の大物座を教えていただけますか？ちょっと船長硬いんですけどコンマ潰すんで大丈夫です。やっぱり大物関係でも船長の船でもよく今年使ってたスタンディングの泳がせのカンパチの竿ですね。竿の名前がスタンディングマントって言われてる竿なんですけど、今までの泳がせの竿ってですね散々出してきたんですよね。まあ船長のところでも今年使いましたよねの、まあ、新作みたいな感じで考えてるモデルなんですけど、まあ、今までの竿よりももっとライトなのに大きいのが釣れるみたいな印象です。なんでまあ細く軽くそんな感じでやってますね。うちだと一番よく平均的に出るのが SR っていう硬さなんですけど、さらに新企画 SR の155すごく短いコンセプトで作ってます。まあ本当に手持ちで、まあ、楽にファイトができるようにっていうことで、やっぱり長い竿だとね本当にやっぱきついんですよ。それを究極までこう軽くしてさらに、まあ、どんな人でも扱いやすくね取り回しもよくやっていく竿です。まあこの竿に関しては昔合気で販売してたシマアジの竿と同じぐらいの太さなんで、まあもう時代が変わってきましたね。シマアジの竿で今は50キロ60キロ70キロ80キロ、まあ世界記録のカンパチをね狙っていく、まあ、船長がきっと釣らせてくれるだろうはい、海域に連れてってもらうからそこに向けてとかそこでテストしてきた竿をちょっと具現化したモデルです。軽いってことはやっぱ女性とかでもそうですね。やっぱりこう手持ちでね使う時やっぱ重いですもんね。いろいろねやっぱそれに比べてやっぱ軽さっていうのもだんだんと重要視されてきましたね。軽くて強度があって感度がいい、まあよく泳がせの3拍子揃ったような感じのやつをスキルアップさせたのが今回のモデルですね。はい、ミヤエポックさんのブースに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回新製品で、はい、超深海のこちらのモデルになりますね。でこちらの方は超深海というだけありまして、最近少しずつ話題になってきてます水深 2000m クラス級のですね深海魚でソコボウズ。ソコボウズ、はい、ちょっと真っ白い魚なんですけども、そういう深海にちょっとこうチャレンジされたいような未開の地に行ってみたいようなそんなお客様向けに、はい、作ったモデルになってます。じゃあもはやあれですね、2000mの底に届かせるみたいなイメージで。そうですそうです。すごいディルですね。はい、うちとしてはこういう、深海のところの魚を釣るための、道具も作れますよっていうフラッグシップモデルな、感じのタイプになってます。やっぱ深海の魚となると金目鯛とかアコウダイなんかがちょっとポピュラーなんですけども、そういうちょっと深海をイメージする色として、赤色という形で、やってます。あとは、ドラグ力がアップっていうことなんですけど、これは、深海釣りはやっぱりそこに
仕掛けを届けるために非常に大きな重りを使いますんで、それでもその重りをですね、下に届かせるためにはいろんなまた苦難があって、潮の流れとかが速いとなかなかそういう重りでも届きにくかったりとかで、そういうようなその重りをついてますので、最後値切りといって深海の底についた時にその重りとかが引っかかる状態で、そこからもう糸を切ってしまうぐらいのパワーが必要なんです。でその時にちょっとドラグ力が発揮しないとダメということで、仮に 2000m に届かせるとしたら P 何号何メーターまで？今こちら巻いてるのが P の12号で 1800m。ちょっと連結の最大数が1800までしか今ないので、こちらのように巻いてるんですけど、糸を変えればまだキャパとしては負けるという感じです。こちらの方がですね、定価で46万7000円と予定になっております。はい。発売時期は今3月頃の予定になってます。深海に挑戦する方にということですね。はい、そうです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ストロングファイタージャパンの池田さんです。ストロングファイタージャパンっていうのをちょっと私今回初めてお聞きしたんですけど、目を引いたのがですね、こちらの巨大なリール。なんとクロマグロ専用リール。そうですね。ということで、ちょっとどんなリールか教えていただけますでしょうか。クロマグロに特化して電動リールで昔あったストロングファイターを復刻したんですよ。へでこれが30号で 1200m 曲げて、それにまたロングリーダーが入ります。それぐらいのキャパシティを持ってやりました。で前のモデルと違うのはスピードコントロールと船べり停止をつけました。でモーターもちょっと力が強くなってます。結構見た目もコンパクトというか、大きいですけど、でもクロマグロ用にクリールってもっとかなり大きなイメージがあったんですけど、宮前さんのでかいですよね。そうですよね。あれよりはちょっと小さいですよね。でもこちらやっぱパワーはしっかり。パワーはあります。今発売調整中ってことなんですけど、もうあと何ヶ月とかには？そうですね。今年の春を目指して今作ってます。価格ってちなみにこれは80万ぐらいになりそうなんで。80万円。でもクロマグロ釣り自体がもうハイソな釣りですからね。キーパーはこれ専用のものを使わないといけないですか？専用のものを使わなくてもいいんですけど、うちのキーパーはこれちょっと変わってまして。こちらもストロングファイタージャパンさんのもの。前から押さえるのができるんですよ。こっちの足とこっちで押さえるので横振れがないんですよね。だからこれは結構皆さん使っていただいてます。キーパーはおいくらぐらいですか？これが23万円です。じゃあセットで買って100万円ぐらいで考えとけば大丈夫ですね。わかりました。ありがとうございます。松方さんが愛したリール、ちょっと皆さんこれでまたクロマグロ釣り熱がさらに上がるんじゃないでしょうか。気になった方は、QR コードからいけますので、お問い合わせしてみてください。今日は2日目の土曜日なんですけど、もう会場中人だらけです。第一製鋼さんのブースです。よろしくお願いします。面白いクーラーが出たって聞いたんですけど。お目高いですね。お目が高いですね。ぺったんこなんですけど。そうなんです、そうなんです。折りたたみ式のソフトクーラーなんですね。これクーラーなんですね。一応クーラーボックスとして使っていただけるようなんですけど、多分釣りされる方ってクーラーボックスお持ちじゃないですか。でもしアジ釣りに行って青門がかかってしまった。でもクーラーボックス12リッター16リッター小さいものだとどうしても持って帰れないんですけど、そういう時に登場するのはこのオリクール。これ16リッターなんですけど、十分50センチ60センチのマダイであったり青物であったり入れれる用のクーラーになってます。特徴があるんですけど、この上の上部チャックが二重になってて、チャックまずスカリのチャックが1つで、この上がラバーとコーティングされてる止水チャックっていうんです。水が一切出ない用のチャックになるんですけど、これを完全に閉めると中から水分一切出てこないんで、ひっくり返しても血が垂れたりしないんですよ。なんで車にこれを1個忍ばしておくだけで、もし不意の大物でも対応できるというクーラーボックスです。でこれが16リッターと32リッター2種類発売になります。保冷力っていうところでいうとどんな感じになるんですか？実際に板氷 1.7 キロのコンビニとかで売ってる板氷をこれ2枚入れてもらえる、この幅がぴったりなんで2枚入れてもらえれば大体1日は全然持ちます。で
その1日持つっていうのは車内でだいたい気温が夏前ぐらいやと車内で40度近くなると思うんですけど、それでも1日ぐらいは持つ保冷力はありますね。非常用なんで、一応釣りから帰る自宅までの距離を考えるとだいたい1日あれば十分対応できるかなとは思います。定価で1万円と1万2000円です。で、多分ネットとかで買われると割引入ってるんで、だいたい1万円切るぐらいの値段では手に入るかなと思います。重さも軽いですよね。普通の32リッターのクーラーボックスだとだいたい7キロ前後ぐらい重量あるんですけど、2キロ前後ぐらいの重量になってると思います。しかもなんか背負える感じに一人でもこういけちゃうよみたいな。おしゃれになってないから。もう一つこのお皿みたいな感じ、こちらが新製品ということでじゃないんですよね。お皿を取り付けできるようにするこの挟み込むアダプターっていうのがこちらですね。あ、これですね。クランプベースっていうアイテムが登場しました。あれ今まではなかったんでしたっけ？今までなくて、このマルチステーションっていうのはもうすでに販売してたんですよ。で、これはどちらかというとこのセンターのネジに取り付けして使用するアイテムやったんですけど、このフリースタンド LT もしくは普通のフリースタンド、関東で主流のアイテムになるんですけど、どうしても使用できなかったんです。で、それを使用できるようにこのクランプに挟み込むように設定した新商品になります。で、これ一つ購入していただければこのお皿を取り付けすることできるんで、関東であれば最近流行りのタチウオテンヤ、カワハギでキス、いろんなライトゲーム系の餌釣りに使っていただけるように餌を置いとくなり、テンヤを餌つけた状態でかけとくとかできるアイテムになりますね。ぜひおすすめです。じゃあまずこのお皿のサイズがでかくていいのと安定感がすごいありますよね。一度挟んでしまえばもうずれることはないんで、多少の揺れであっても波をかぶってしまうような揺れであっても上のものが動くことはないんで安定してるかなとは思います。これでこのネジを回せば向きとかもちょっと変えられる。自由に回転することもできるんで、自分の手元に持ってくるのもできますし、奥側に出すのもできます。挟むタイプであればある程度のアイテムはつけれます。ありがとうございました。ありがとうございます。今回の釣りフェスには車メーカーの日産も出店してるんですね。小具匠さんの関さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回この日産さんのブースで3台車が出てて、その中でも特にこの小具匠さんのこちらの車が船釣りに特化してるってことだったんですけど、どのようなカスタムがされているのか教えていただけますか？一応こちらの車は、日産のキャラバングランドプレミアム GX をベースにして、釣り仕様に仮装しています。まずフロアの部分ですね。これ置くだけのフロアパネルが一応設置されてます。なので構造変更とか必要なくて、釣りされる方がクーラーボックスとか荷物を積んでも手入れがしやすかったりとか傷がつきにくい仕様になってます。上についてるベッドキット、これボルトオンで取り付けできるキットになってるので、通販サイトでご購入いただけるベッドになります。でもなんかちゃんとしたベッドですよね、もう。はい、ありがとうございます。してるし。はい。一応このベッド自体が両方に跳ね上げができて収納ができるタイプになるんですけど、一番後ろのここの部分のマットだけが取り外しができるようになってるので、例えばバックドア閉めた状態でここでブーツ履いていただいたりとか、ウェーダーに着替えていただいたりとかっていう作業ができる仕様になります。であとは小物関係がいろいろついてるんですけれども、ロッドアタッチメントっていう商品になります。この商品自体がステンレスの素材でできてるので、例えば大きいリールをつけて重量があるロッドになっても安定して走行中でもしっかり固定がされるような商品です。何釣りをしてるっていうのを教えていただくのと、あとは、積みたい荷物、例えばクーラーボックスを積みたいとか、ロッドは何本車の中に積みたいよっていうのを言っていただければ、それに合う商品をご提案できるかなと思います。わかりました。海外フィッシングツアーのブースってどんな感じ？トラウト&キングさんです。青木さん、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。なんか海外フィッシングツアーっていうすごい魅力的な。そうですね。なかなかないんですけど、その釣り専門の旅行会社として26年目になるかな。長いことやらせてもらってます。あ、そうなんですか。いろいろ日本で釣りしてると、どうしても次の夢のフィールドは海外っていう風になってくる方が。そうですね。大物とか数釣ろうとか日本にない魚釣ろうと思うと、そういう方が増えてます。トラウト&キングさんではどんな釣りができるんですか、海外で？大きく分けてスチールヘッドとかサーモントラウト系、ニュージーランドでトラウト行ったり、カナダでキングサーモン釣ったり、世界中他の南米行ったり、アイスランド行ったり、グリーンランド行ったりっていうのと、海釣り人気の GT、フライマンに人気のボーンフィッシュで、もう世界中オーストラリアからアメリカからパラオだったり、パラオが一番近くで GT 釣れるかな、クリスマス島とかがあります。あとは淡水の大物系、ブラジルアマゾンが代表
的ですけど、ピーコックバス、アルゼンチンのドラード。うちのチャンネルが船釣りチャンネルなんですが、青木さん的にじゃあまず例えば海外でとりあえず船釣りやってみたいよっていう人が行くなら、どこの国がおすすめとかってありますか？キャスティングならやっぱり GT、一番近くで、行きやすいのはパラオで、クリスマスとか行くとちょっと遠いですけど、やっぱ巨大なのが出る可能性が高い。ジギング好きな人は日本にもいるけど、ヒラマサ、ニュージーランドのヒラマサで、ちょっとここには載ってないですけど、韓国のチェジュ島のヒラマサとかも増えてます。チェジュ島のヒラマサってどうですか？釣れますよ。例えばパラオで GT 釣ろうと思ったら、イメージですけど大体いくらぐらい？5日間で釣りして大体50万ぐらいですかね、お一人。航空券代は別ですか？いや、飛行機も全部込みで。船釣りなんで、ご存知のように船ってこうチャーター料金を何人で割るかによって変わるんで、お仲間増えて4人5人ってなればどんどん値段は下がっていくんで。あとじゃあ時期とかによっても値段は変わったりするんですか？そうですね。現地の船釣り料金っていうのは変わらないんで、料金が変わるのは飛行機代。だから日本でゴールデンウィークやお正月は高いけど、そこから外せば安い値段で行けるとか、あと飛行機をなるべく早く決めて、半年ぐらい前から決めて、まだ安い時期の飛行機が取れればお安く行けるって感じです。チェジュ島のヒラマサだと大体いくらぐらいで？35万ぐらいですね。30万から35万ぐらいですね。日本でも船チャーターしたら高いですからね。そうなんですよ。で航空券込みで考えたら、それ何日ぐらいですか？それ4日で中2日釣りとかそんなんですね。でも意外とね、頑張っちゃえばいけちゃうぐらいの感覚ですね。あとちなみにうち餌釣りが多いんですけど、餌はね、あんまり海外はあんまりやってないというか、どうしても餌で釣る目的ってキャッチ&イートじゃないですか。持って帰るじゃないですか。で海外でやっぱ釣れたのを持って帰るのが大変なんで、どうしてもキャッチ&リリースの釣りが多いです。じゃあちょっと海外フィッシングツアー気になる方はぜひトラウトキングさんにお問い合わせしてみてください。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。磯さんお久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。リバーサルというアパレルメーカー。そうです。今普段は格闘技がメインでやってるブランドなんですけど、結構いろんな方から釣りもやったらって言われて、釣りも魚と戦うじゃんって言われて確かにそうなんですよ。それでちょっと始めて、前まではオケモン丸だったりとか、僕がよく行く船宿の T シャツ作ったりだとかはしてて、ちょこちょこっと釣り業界に携わってたんですけど、声が結構多かったんで形にしていきたいなと思って、自分もやっと釣り業界にお世話になります。でも業界にというところか、もう磯さんどっぷりすぎて、磯さんがものすごい釣り人なのでありがとうございます。そこから派生して作られるお洋服たちがどんなのかっていうのはちょっとすごい気になりますね。ぜひぜひ、はい。社長これが面白いんで、魚探柄魚探柄なんですよ。本当だ。生地なんかいい感じ、ツルツルですね。これ 2way で、今結構ね、こういうの履く方増えてきてるじゃないですか。日焼けしないようにっていうのと、しっかりね、針から守って自分を。はい。で、あと、結構、機能素材とか、クールメッシュだったりとか。涼しい感じのもいろいろあるわけですね。てか、デザインがかっこいいですね。ありがとうございます。これ、アオリイカ。結構、なんていうの？ケイムラプリントなんで。かっこいい。格闘技のなんか。そうです。格闘技の子たちがみんなモデルやってくれてて。ぜひ今年もね、釣り一緒に。ぜひ行ってください。ちょっとこれからじゃあもういろんな種類の。そうですね。6月から発売し始めて。ありがとうございます。ちょっと楽しみです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイリーフィッシングクラブさんに来ました。ジュンさんです。ちーちゃん、見てます。ありがとうございます。グルメのバズ、もうグルメの女王。クイーンオブグルメ。ありがとうございます。ということで、アイリーさんの新製品といいますか、おすすめ一押し製品教えてください。今期のテーマがフィッシャーマンデイトリップっていう釣り、シティトゥショア。街から水辺っていうテーマで、簡単に1日で旅できるような商品を展開してみました。これが今年のコンセプトです、ありますね。ここもなんか台みたいなバッグみたいなイメージで、おしゃれ。こんなディスプレイも作って、2泊3日旅行行ってもいいし、あとは軽量で生地が気持ちよくてみんなが楽しめるようなバッグとか、あとはこんなテーマですね、イメージ。Have a nice trip with Irie Fishing Club。アイリーフィッシングクラブ、良い旅を
1日目2日目3日目って靴下をパンツを入れたり、こんなギミックを聞かせております。遊び心たっぷりな感じで、こんなテーマで結局自己満なんで、来てもらった時にみんながハッピーになるようなものづくりを続けていければなと思っています。ちなみにこのバッグは撥水とかだからそう、撥水とコーディラ生地使ってて、言っちゃえばここに靴も入るし、で結構強度の強い生地を使っているんで、もう頑丈です。もうガツガツ使えるし、短めのロットケースだったらそこにくれるみたいな。そうここに挟んで、おしゃれ。まあそのまま上海行く時ボンって流してもらって帰りここに小籠包の冷凍入れてもらってもいいし、全部食べ物ではい。でも確かになんかいいですね、釣りと旅っていうテーマが。そうそこをうまくなんかその垣根をなくしていければなっていう、釣り行ったまま帰ってそのまま遊びに行けるし、遊んだままそのまま釣り行けるような、そんな垣根をなくしていけるといいかなって思いながらイメージしてデザインしてみました。ありがとうございます、ということでありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。